通信制高校のスクーリングって何？今回は通信制高校のスクーリングと授業内容などについて一般的な傾向を紹介していこうと思います。ちょうど気になってました。教えてください。それではこのようなテーマに沿って詳しく解説していこうと思います。先生、そもそもスクーリングってどんなものなんですか？スクーリングというのは学校やスクーリング会場に登校して先生から直接指導を受けることを言います。スクーリングの頻度は単位ごとに決まっていて、その回数、授業を受けなければ単位を取得することができません。登校時間や授業時間は決まっているんですか？登校時間は9時から10時くらいとなっていて、普通科よりも少しゆったりとしています。電車などの交通機関もあまり混み合っていない時間なので快適に通学することができますね。授業時間は午前中だけで終わる学校もありますが、月2回程度の登校頻度の場合は午後まで授業がある場合が多いようです。また午前中に単位に必要な勉強をし、午後は体験授業や自習、部活といった内容の学校もあるようですよ。どうしてスクーリングに行かなければいけないんですか？通信制高校は登校頻度が少ないため自学自習が基本となります。しかし勉強する中でわからない部分が出てくることや、レポートをまとめようとしてもどうしてもわからないということもあるでしょう。そういった課題を先生と一緒に解決するためにスクーリングは必要なんですよ。なるほど。スクーリングにはメリットもあって、登校機会の少ない通信制高校ではスクーリングが先生や仲間と触れ合うことのできる大切な機会にもなります。実際にスクーリングに参加して友達ができたことで通信制高校が楽しくなったという生徒もいるんですよ。また体育などの場合は学校に体育館がない通信制高校も多いため、指定された運動施設で行われたり、長距離ウォーキングや体育祭といったイベントと絡めてスクーリングが行われたりする場合もあります。そうなんですね。ちなみにどれくらい行く必要があるんですか？通信制高校におけるレポートとスクーリングの回数は学習指導要領によって決まっています。体育のような実技科目はスクーリングは多いもののレポートは少なくなっていますが、国語や数学といった座学ものについてはレポートの回数が多めに設定されています。なるほど。学校の行事に参加するのって単位には含まれないんですか？そんなことはありません。通信制高校を卒業するためには勉強系の教科とは別に体育祭や文化祭、ホームルームといった特別活動も30単位履修する必要があるので忘れないようにしましょう。スクーリングって実際どんな授業内容なんですか？授業には様々な形式があるんです。スクーリングで行われる授業では先生がレポートに沿った内容の授業を行うので、自分だけの学習では分からなかった部分をここで理解していくことができます。また一方的な講義だけではなく、生徒同士でのグループワークや個別でのおさらいなど勉強への理解が深まるような授業も行われたり、ゼミや体験教室など勉強もあります。そんなにたくさんの形式があるなんて知らなかったです。特徴としては、多くの私立系通信制高校の授業では普通科の学校よりも少人数で行われるため、丁寧な指導が行われている学校が多いようです。あとは生徒自身の好みや目標に合わせた授業を受けられる学校も出てきているところですね。だんだん分かってきました。ところでスクーリングはどんな服装で行けばいいんですか？通信制高校には独自の制服を作っている学校もありますが、普段からその制服を着ている生徒はあまり多くないようです。 T シャツにジーパン、制服をアレンジして着ている学生など様々ですので、カジュアルな格好で行けば大丈夫ですよ。入学式や卒業式といった式典の際は学校のオリジナルのものや自分でアレンジしたものにかかわらず制服を着用している生徒が多くいます。あとは体育や家庭科の授業は服装を指定されることもあるので、学校からの指示をしっかり確認しておいてくださいね。スクーリングの回数を減らすことってできるんですか？確かに最初は緊張してしまうからスクーリングは少なめにしたい、自分のやりたいことに集中したい、家庭や仕事の都合がつかないなど様々な理由からスクーリングの回数を減らしたい方もいるでしょう。そういう人は合宿形式を利用するなどしてスクーリングの回数を減らすことができますよ。合宿形式？そうです。1年に一度数日間泊まり込みで単位取得に必要なスクーリングを行う形式の通信制高校もあるんです。こういった学校の多くは離島などの都会から少し離れた場所に合宿所があり、そこで自然体験をしたりしながらスクーリングを行います。
合宿形式のスクーリングは学費とは別に合宿地までの費用がかかりますが、濃密な時間を一緒に過ごした生徒同士で仲良くなり、修学旅行のような気持ちも味わうことができるのが魅力です。ただ最近は毎日登校型の学校も人気なんですよ。毎日登校型？毎日登校型といっても、スクーリングのような授業は週に 2,3 日で、あとは職業体験や資格取得の勉強、レクリエーションをして過ごすといったパターンや、週2日は美容や料理などの専門的な勉強をしっかり行うパターンなど、学校やコースによっても様々なんです。不登校になったけれど本当は学校で友達と過ごしたいという人や、高校には行きたいけれど全日制や定時制のシステムは合わないという人からのニーズが高まったのと反対に、働きながら通う人が少なくなったので、毎日登校型のコースも人気になってきました。毎日登校すると先生や友達との関係も深まりそうでいいですね。そう、あとは学習習慣もつきやすいというメリットも人気の秘密かもしれませんね。今日は一般的なスクーリングの傾向を紹介しましたが、最近では各学校がそれぞれの特色を生かし、特別な授業や体験学習を行うことが多くなってきています。また登校頻度や目標別のコースがいくつか用意されていることもあり、それによっても授業内容やスケジュールなどが異なります。通信制高校を選ぶ際に重要なポイントとなるので、自分に合ったスクーリングの制度を取り入れている高校を選ぶために、気になる学校がある場合は資料請求や体験入学、見学で実際に学校を見てみるなど、自分で確かめてみてくださいね。